そうです。RC トーゴ。こんにちは、ドスログです。こんにちは、松井坂です。はい、また登場です。さっきね、伊坂さんから RC 統合のこのさオープニングのやつね、 R が難しいっていうふうに言ってたんですよね。伊坂さんね、この R って蓮舫が嫌いなんでね、いつも逆になっちゃう。バンされますよ。だいぶフラリオンガール。伊坂さんまた小話があるそうなので。ない。ないの？ないですね。じゃあ新シリーズ松井坂の新車発掘コーナーですね。伊坂さんのチンアナゴコーナーですね。違います。はい。今日取り上げたのはこちら。じゃじゃーん。じゃじゃーん。HPI のナイトロなんとかシリーズ、わかんないです。ごめんなさい。多分20年近く前のものだと思うんですけども。何トロですか？ナイトロ？ナイトロ？はい。今回これが登場したのが、理由を言いますと、エンジンカーが眠ってたわけなんですよね。エジプトのピラミッドの下の方で、それをねちょっと発掘してこれが出てきたっていうことで、これエンジンカーってどんなもんなんのかなっていう風でね、ちょっと見ていきたいなっていうのと、最終的にはこのエンジンカーのラジコンをですね、みんなに協力してもらって肉取りできないかっていう風でね、ちょっといろいろちょっとやっていきたいなっていう風に思いますんで、じゃあね、エンジンカーの方ね、まずマッド伊坂の方からね、いろいろ説明をしていきたいと思います。実際伊坂さん会社の方でもね、エンジンとか先生とかもやってる方なんで、合ってるよね。ああ、大丈夫。エセじゃないよね。大丈夫ですよ。一応知識はあるんで。一応立派な先生なんで、はい、じゃあこれいきましょう。紹介の方。紹介の方していきますけども、今ですね、ラジコンカーって電動が主流じゃないですか。だけどラジコンカーが出始めた頃っていうのは、エンジンカーしかなかったんですよ。タミヤが電動のラジコン本格的なやつを作るまではもうエンジンが主流で、自分たちその頃小学生だったんですけども、なかなか高くてですね手が出なかったです。で、タミヤが電動を出して、こういう小学生とか中学生とかにも普及してったんですけども、でそういう歴史があったんだ。そうですね。で今ほとんど見かけなくなった。なぜかというと、まず音がうるさくてなかなか走らせる場所がない。あとお金がかかる。あとメンテだよね。メンテナンスも大変。あと圧倒的にエンジンカーって速かったんですよ。エンジンカーのが速くて、速いのを求めるとエンジンだったんですよ。しかしですね、ブラシレスとリポバッテリーでもう逆転しちゃったんですね。これ言うと、いやエンジンカーの方が速い、8分の1とかやってる人から比べればエンジンカーの方が絶対速いって言うかもしれないですけども、こういうこのぐらいの10分の1ぐらいのクラスでこのレベルだと、電動の方が圧倒的速いです。メンテももうほぼノーメンテって言ったらいいけないですけども、メンテも簡単です。なので廃れてしまっているんですが、まだ一部マニアの方とか使ってますし、このように、新車とかも発掘されたんで、これね実はねほぼ新車なんですよ。伊坂ホテップ3世。裏見てもらうと無傷です。簡単に説明していきますけども、まずエンジンが2サイクルの、これ何 cc なの？ 2cc とか 3cc とか 5cc とかなんかそんなもんしかなかったような気がするんですけども、これって何万回転もあるんだろう？この辺のもので、飛行機用の高回転回るやつは3万回転とか回るやつもありましたけど、これでどうですか、2万回転ぐらい回るんじゃないですかね。2万か。2ストロークのグローエンジンというものになります。グローっていうのは？グローっていうのはこのグロー燃料を使うんです。一般的なエンジンは正式名称を言うとスパークイグニッションエンジンっていって、プラグにスパーク上指定に来た時に点火して、そこで燃焼してエンジンが燃焼した圧力でピストンを下げてエンジンを回していくという構造なんですけども、これはここにグロープラグというのがついてまして、このプラグを赤熱するんですね、最初エンジンスタートする時に。そうすると上指定に来た時にこの燃料が燃焼して、でエンジン回り始めるんですけども、で一回回り始めたらそこに熱が残ってるので、もう一回圧縮されてきた時にまた燃焼を繰り返しても、そういう仕組みだったんだ。電気つながなくてもこのまま回ってます。焼き玉式エンジンっていう形式なんですけども、大昔のエンジン、ベンツが最初に作った三輪車、パテントバーゲンっていうんですけど、あれもこれと同じ焼き玉エンジンを使ってます。じゃあそうやってね、こうやって熱いところでまた圧縮してパンパンなるんで、一回始動するとこ見てもらうと分かる。言い換えるとちょっとエッチな女の子ですよね。これ分かる人にしか分かんないネタなんで。で使う燃料はこのグローフューエルって書いてると。主な原料はメタノールだから、エチルアルコール、メタノールとあと
ニトロメタン、これナイトロ X って書いてあるんですけど、ニトロメタンですね、うんいうものが、これは 20% 含有されてます。これが 30% だともっとパワー出るんですけども、危ないかな値段も上がるんで、これ2リッターで2525円。マジやばいっすよね。今でも普通に買えるんですね。買えます。これ近所のラジコン屋にありました。普通のエンジンに入れてもいいのこれ？はい、ダメですね。これアルコール燃料なんで、うんガソリン車に入れたら絶対走らないですあ。で逆にこれにガソリン入れたら大変なことになります。あ皆さん気をつけてください。あ専用のこの、グローフューエル、ラジコン専用のやつをうん買ってください。なるほどね。後ろはスカトロ。もう一個ですね伊沢さん怒ってきたんで言いましょう。構造がすごい簡単で、うん潤滑系統とかもないんですが、はいはいそれはなぜかというと、この燃料の中にもうすでにオイルが含まれてます。うん、ツーストね。うん。ツーサイクルのレース用のバイクとか、あと芝刈り機とかも混合燃料使うんですけども、あ混合燃料ですね。だから煙がもく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 出る。あ。じゃああとちょっと構造的なものをはい説明していただいて、まあエンジンがあって、これがクラッチ？ちょっと待って、これ電源を入れると、まあこれハンドルがハンドルがあって、はい。これでスロットルでこうですね。うん。このスロットルバルブがあって、この開閉する。今逆になって逆になってるけど、これで本当だ。スロットルバルブだ。はい。かっこいい。ブレーキ、うんここにブレーキ、このディスクブレーキがあって、はいはこれでブレーキを締めるんですね。この円盤がこれ多分回ってて、あ、それがブレーキなんだ。これをギュッて締めると、これ今止まったじゃないですか。これでブレーキがかかるんですね。これ何ギア？これギアですね。ここ二足ミッションがついてて、うん。まずクラッチですね。ここはいな遠心クラッチ。遠心クラッチってスクーターとかスーパーカブと一緒で、うん回転数が上がるとクラッチがつながって、シューがパカッて開くんだよね。そううん。でアイドリングでは空回りしてて、アクセルを開けるとパカッ回転が上がるとつながって動き出します。で動き出して2速ミッションがあるんですけども、最初はローの方で走ってるんですけども、うんある程度回転が上がると2速の方のうん。こっちの中に遠心クラッチが内蔵されてて、そいつがつながると2速ギアに切り替わって、スピードが上がるというなるほど。構造になってます。で、これでまあインテークがここかな、じゃあ。そうですね。インテークから入って、でこれはチャンバーの方かな。はいチャンバーっていうのかな、エンジンカーって。やっぱ一応チャンバーなんです。チャンバー構造になってるんですけども、えラジコンの場合のチューンドサイレンサーって僕ら呼んでましたね。普通のえ。結構大きいですね。これはツーサイクルなんでこういうチャンバーになってるかっていうのは、うんツーサイクルの特性上ですね、うん。必要なんですけども、この辺はまあ皆さんでちょっと調べてもらってね。なんでこのチャンバーがいるんだろうというのは、興味を持った方は、うんまあネットとかで調べてください。この大きいね。だってここにもチャンバーがありますよ。開けちゃんはあ、ここはい、開けて。チャンバー。開けたらダメです。せっかく立派なもの持ってるんだもんね。じゃあ本来このスロットルのところにこれエアクリーナーですか？これエアクリーナーですね。スロットルがありまして、うん。はい。ここにニードルバルブっていうものがあるんですけども、あ、これニードルで、はい、流量調整するんだ、そうですねガソリンの。ここでメインの燃料、うんあとこっち側にスローがあるんですけども、スローがあるんですねでこれ低速側とあ、低速と高速ね。高速側とあって、ここでこれをまあ絞れば燃料が薄くなるうんで開けると濃くなる。ただガソリンに比べてこのグローネンこの燃焼範囲が広いんですけども、まあ、ある程度こうちょうど回転がいいところ。いいところに合わせてくる。これあんまり、うん薄くすると焼きついちゃう。そうですね。薄くしすぎるとやっぱ燃焼温度が上がっちゃうので、スーストのそうです。バイクだ、バイクと一緒です。カートだと一緒だね。はいそうですうんカートで冷やしてる。冷やしカそうだよね。ートとかでもここでこうやうんって絞ってって、うん。走りながらキャブ絞ってって、ね。やりすぎるとカツンとストレートエンドに。でもまあこれは遠隔ではできないんだけど、うんできないですよねまず空冷はい。になっててね。はい。でこれが燃料タンクはい。ですよ燃料ね。タンクでここにポンプがあって、うん。それでこう押すと燃料がこう送られる仕組みになってて、うん。で一回燃料送られて回り出したら。こうキャブ側の不圧でうん吸い込むようになってます。あそうだよね燃料ポンプとかなくて、これでキャブからの不圧で吸い込んで、まあ、燃料持続するのと、あとある程度この排圧ですね、排気ガスの圧で中に圧力かけてますね。でこれあと他の構造とか見てもらうと、その場合はシャフトドライブのうん。 4リンクド四リンク度ね。エンジンカーパワーがあるんで、うん。 4駆でないと、うん昔自分らの時は肉のうん。エンジンカーあったんですけども、その場でくる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 回るだけでなかなかこううまく走らせなかった。やっぱりごっついね。暑いです電動化に比べて。全然ごつい。C ハブとか。これ裏
あれ貼ったままやった。どれ？あ、これ？これ新車なんで今傷つかないように保護して他ます。で見るとピカピカですよね。あ本当だ。はーい。これいっぺんエンジンかけてみようか。そうですね。すげえ。少しさっき燃料入れてうん振ったんで、この状態でこれですね。これグローブプラグを温めるもので。これ何？熱くなるやつ？そうです。あ、ヒートだ。はいなるあほど。これ中電池かなんか入ってんだ。はい。中これあれがエンジンカーって全然見たことないからね。本当にそうです。これなんで。 1.2 ボルトのこれはニッケル水素。はい。はい。1.2ボルトでいいんですよ。単2ぐらいかな。単2よりちっちゃいこれサブ C セル。サブ C セル。昔のっていうか6本パックの1本。あーあ、はいあれね。あれがサブ C。これ1本だけアマゾンで売ってたんで買ったんですけど。あ、よかった。いきなり変なこと言うんじゃないのかってびっくりしちゃって中に入ってるとか言って。お、おあれ温まってないとか？これあんまり入れるとかぶっちゃうとかある？今プチプチやったもんで、ちょっとかぶってるかもしれない。うん。難しいよね、ツーストってこういうとこ。そうですうんね。レースとかでも結構かぶってる。お、あら、ちょっとこれエンジンが新品なんでまだ硬いんですよ。だからあある程度こう鳴らしが低めなんですね。ー、やっぱりこれ鳴らし？こいやっぱり新品は硬いそうです。硬い。さすが伊坂さん、わかりやすい。うん。なるほど。あんまりやると通報されるんで。そうだよねやめてきます。なかなかの音がうるさいです音なんで、はいあ、ちょっと待って。オッケーです。これあんまり正確じゃないね。そうですね。 70で終わっちゃうから。そうあですね。うん。もっと上がってもいやこれ多分もっと言ってますね。ぶっちゃけた話どうだろう、80、90近く、んもっと下手したら、まあ、 100ぐらい90、いや100はね本当うるさいんですね。うんうん100っていうのはサーキットとかであ結構直感系のやつだと、まあ、100って感じなんで、まあこれちょっとね、これじゃあここではちょっとなかなか走らせることはやっぱりまあ今これ聞いてもらって分かるんですけども、これ普通のサーキットじゃ走らせれないよっていうのは分かるんですけれども、はい、これでねちょっと静かにするようなものをね伊坂さんに今後開発してもらいたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ今日はここまでということで、はい。ありがとうございます。ありがとうございますます。